さて、ディアブロ系戦利品を採用した TPS でも戦える超難しいアクション RPG がついに登場とのことで、今回はエンフィリアルの紹介を行います。こちら3種のユニークな武器を活用し、ひたすら敵を倒しつつ、ステージ式のダンジョン攻略を目指すアクション RPG です。ダークソウル並みの難しさがあり、ボス戦は誰もがヒーヒー言うこと間違いなしです。ただし開発はソウルライクではないと謳っています。ソウルライクはどっしりとした重みのある動きに対し、エンフィリアルはアクション性がもっと高めです。派手なモーションのものや画面内を飛び回れるスキルも用意されています。そして一番の差別化ポイントは TPS としても遊べるという点です。3つの武器があると言いましたが、そのうちの1つが銃の武器です。しかもその1つの銃だけでも多彩に戦える仕組みが用意されています。リロードのタイミングにより弾が切り替わり、モーションや性能が変化します。弾は通常のものとショットガン系、テスラキャノン系の3通りです。通常弾以外はため撃ち可能です。さらにジャストリロードに成功すると威力が上がり、成功し続けるほど強くなります。あとは銃の場合、右クリックがドッジ技になり、撃つ反動で逆方向に高速移動する面白いモーションを取ります。それと弾を撃たずに構えた状態の時は前方にバリアが張られます。ボーダーランズあたりで見られるバリア形態です。加えて銃系のスキルも様々用意されており、装備品に応じても性能が変化します。銃をはじめ一つの武器の使い方を極めるだけでも相当やり込めます。銃以外の武器はメイス盾と両手持ち槍です。メイス盾は敵の攻撃をブロックしたりパリー可能で、一瞬で距離を詰めるチャージタックル技が特徴です。槍は敵の攻撃受け流しと軽やかなドッジで身をかわし、スキルで縦横無尽に飛び回れます。近接と遠距離どちらも漏れなく楽しめる作りです。次にこのゲームディアブロ系戦利品により装備にはレアリティやランダム性能がつきます。強力なセット効果もあり、装備の能力に応じ攻撃エフェクトが変化します。定番の鍛冶屋もあり、アップグレードやリロールが可能です。そしてアクション RPG ということで、こちらの装備が強ければボス敵もさっくりと倒せてしまいます。ボスに何度も挑むさなか装備集めも並行して行うという形となります。ただし2王系とは異なり、ミッションが始まった後、任意にメニューから拠点に脱出しようとすると、道中得たものは失います。ボスを倒すか残機ゼロにならないとアイテムを持ち帰れない感じです。残機ゼロの場合は一部のみ持ち帰れます。もしかしたら先に進むと途中で帰れるみたいな仕組みは出てくるかもしれません。他にはダークソウル的な霊体で他人と間接的に関われるシステムがあります。敵に倒された時、他プレイヤーにもらった残機で復活できるという仕組みです。おそらくダウンした時の場所に自分の幽霊が残り、その幽霊は他のプレイヤーから見ることができます。そして幽霊越しに残機用のアイテムを渡せます。渡すことで何らかのメリットはありそうなので、上手い人はどんどん渡すと良いのでしょう。さらにプロモーションムービーでは交易所的な場所で他人とトレードしているような動作も確認できます。あとはマルチエンディングでニューゲームプラスもあります。すべてのルートを見つつ装備集めをより楽しめます。ここで一点、エンフィリアルを作った制作会社はインディー規模であるという点に留意が必要です。12人体制とのことです。よってそれなりの品質です。そこまで親切な作りにもなっておらず、序盤は特に次にどこに行ったらよいかがわからないなんてことが起きます。よくあるクエストマーカーやガイドが表示されないためです。私は初めの拠点から次に行く場所が30分ほど見つかりませんでした。そこ以外にもつまずきポイントがもう一つあります。ダンジョンに行くための転送装置の場所です。他にも景観やダンジョン構造は世の人気ソウルライクや本家と比べると見劣りしてしまう部分はあります。あくまでこのゲームは超難しいバランス内で独自に尖った多彩な戦闘アクションと装備集めによる構成作りを楽しむゲームだと感じます。また難しさが異常に高いと感じられる部分もあります。火力が足りないと確実にそうなります。敵の突っ込んでくるラッシュ力が半端ないのと敵の飛び道具も漏れなく強力なためです。遠方から容赦なくこちらにダメージを与えてきます。偏差打ちや超高速ビームを放ちます。しかも対多数の場面が生まれます。雑魚を大量に呼ぶボスも出てきます。一応多数相手に対処できるように敵の攻撃ゲージというものが用意されています。ゲージマックスになる瞬間、こちらは避けるとジャストで防げます。
ただし複数の敵のゲージを見るのはまず難しく、画面外や遠方のゲージまで見るのは相当厳しいです。立ち回りが重要にもなります。そして極めつけは銃のリロードの仕組みがさらに困難さを増します。タイミングよくボタンを押さないとリロードは失敗する仕様のため、リロードゲージを見つつ敵の攻撃ゲージも見なくてはなりません。もう頭が爆発し、被弾も増えます。これらがこのゲームの難しさをより高めてる理由です。すべてに対処できるようになった時がエンフィリアルを最も楽しいと感じられる時なのでしょう。以上から多彩な近接攻撃に加え TPS でも戦える超難しめのアクション RPG 攻略を装備掘りしながら楽しみたい方に特に刺さる作品となっております。はじめのどこに行ったら良いかの問題はこの後のプレイ動画でお見せするので、そこを超えてしまえばその進行に関するストレスはなくなります。気になる方はぜひチェックしてみてください。発売日は2025年5月8日で価格は 10% 割引の3060円です。対応プラットフォームは PC のほか PS5、Xbox となっております。というわけで一体どんなゲームシステムなのか実際にプレイした様子をギュッとまとめたのでどうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。エンフィリアル。さあまずはキャラクリかな？男か女か。結構丸みのある顔にもできますね。キャラクターの特性。クラス的な感じかな？はじめの。7つほどありますね。ハンサムな悪魔。なんか独特だな、用語が。これは縦に殴る系ですかね。これは銃系。これも縦に殴る。これは槍かな。とやっぱり初めは銃がいいかな。一番下は酔っ払いですね。まあこれでいくか。興奮しやすい垂れ込みや。そしてアビリティ。一つ選ぶ。スパイク。魔法かな？フォースパンチ。妨害ダメージを与える。すべての敵に。さらにバリアが張られる。活性の一撃。シールド回復。回復系か。じゃあスパイク。攻撃能力を使っていきましょう。他にもまだなんかあるけど。エレメンタルマイン。さあまずは、拠点ですかね。責任者を探す。マウスとゲームパッドは両方同時に行いますね、このゲームは。ここはお店かな？お金を払えば品揃えが増えるっぽいね。ここは司令官か。これがメール機能。他人となんかトレードできそうなんだけどね。以前はここから遊びましたけど。ポータルを使う。巨大なモノリスに行けって言われてんだけど、入り口は見つかんねえんだよな。どこ？あ、これか？こんなとこに道があった。こっちか。あったー、ようやく見つけたよ、もう。30分ぐらいうろついた。なんだったんだ。さあ、むちゃくちゃでかいですね。内部は超巨大ダンジョンになってんのかな、これは。さあ、始まりましたね。キルはキャノン、RT 長押しでなんとか弾、絶え間なく発射。弾をとりあえずどんどん発射するんだね。で、エイム中にバツで、タイミングよくさらにバツを押してリロードすることで、弾のタイプを切り替えられる。3種類ぐらいありましたね。で、パーフェクトリロードを行うと、弾薬がレベルアップする。なんか攻撃が強化されるんでしたっけ？パーフェクトリロードを使うには敵にダメージを与えている必要がある。とぞ RT は構えた。ここで RT で撃ちますと。ちょっと操作が怪しいので、マウスキーボードで遊びます。これで撃って、R でリロード。これでジャストリロードとか可能なんですね。で、一つ目のところでリロードすると、キャノン系になりますね。これには弾薬制限があるっぽいね。さらに、三つ目。これはなんだ？テスラキャノンみたいなの撃てるようだね。いい押したら、中にお宝。回避。何拾ったんだ？チュートリアル。消費アイテム。5678。絶対押せませんね。あと装備を改造できる。モッドの組み込みができるのかな？これできたこれ。さあ、リローディング。ジャストリロード成功したが、ダメージもらいましたね。これ強くなってんのかな？さらに、どっちうまく使わないとね。ショットガンのような、ため攻撃ができる。ジャンプ中どっちできないな。あっさりやられた。リセットチャージを手放した。
敵はかなり強力ですね。リセットチャージ。チェックポイントでのリセットには、リセットチャージが必要である。このリセットチャージを一つも持っていないと、拠点に戻されてしまう。敵に倒されると、拠点に戻る。消費アイテムを活用しましょうと。よし、来い。おら。うわー。ブロックされてる？あ、これ、撃ち続けると、照準がね、広がって、狙いにくくなりますね。アビリティを使う。1234。2使おう。お、トゲみたいに生えましたね。あ、リロード失敗すると、時間がかかる。難しい。で、このゲームはクリア後に装備品とか確認できるんでしたっけ？道中ではなくて。次は鍛冶屋。鑑定、アビリティ、なんか強化できる。起動レーザー、ここら辺かな？おお、強力だな。でもお金が足りない。改造で装備品を強化できる。槍に盾も持ってますね。これらのうちからどれか選ぶみたいな形かな？あげるものをね。リロールすんのこれ。変更するんだ、内容。ここでロードアウトの設定ができますと。現状のロードアウト。あ、これ使えるようになった？これをはめることで、専用のマップに行けんのかな？よー。これ何？エルデンディング的な。力を貸せる。リセットチャージを渡す。渡してみよう。一体どうなるんだ？起き上がった。あ、いなくなった。何だったんだ？鑑定しましょうか。鑑定はお金がかかる。すべて鑑定は F。鑑定完了。で、装備したい場合は？装備する場合は、ここなのかな？武器庫。今拾ったのはこちらですね。とりあえずはじめは何も考えずにね、交換しなくていいんじゃないかな。武器パワー下がるな。防御力の代わりにシールドになりますね、これは。ガラリと性能も変わる。メイス&シールド。長押し、チャージ攻撃。タイミングが必要だ。ブロック中に攻撃でもチャージが行える。あとパリーね。貯めて、チャージ！おー、すげすげ。丸が収まった時に離すといいのかな。グレイブ。ライトクリックでカウンターが行える。2回押すと回避する？ 1 回でカウンターなのかな。ジャンプでターゲットに素早くテレポートできる。お、受け流し。パリーだね、これはね。で、ボタン連打すると色々出る。どんどん出るよ。すげえ気持ちいい。ジャンプから、ワープした。面白い。勝てない。お、助けてくれた誰かが。私の声が届いた。マザー的な展開が。さあ、再び鑑定。でもやっぱり倒されてしまうと、全部は持ち帰れてないね。一部かな。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方は、ぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。